渋谷にやってきました。かつて藤山、芸者、天ぷらくらいの知名度だった日本の首都のターミナル駅も、今となっては観光客にあふれ、サグラダ・ファミリアよろしく永遠と工事をしています。そんな駅から5分ほど原宿方面に歩くと、キャットストリートにたどり着きます。戦後の高度経済成長期に整備されたこの道は、平成の時代、個性的で流行に敏感な日本の若者たちが集うおしゃれスポットでしたが、今では外国からの観光客あふれる観光スポットとなっています。この道は表参道から渋谷に向かって約1キロにわたり伸び、坂の多い都心の中では珍しく、太ももに負担の少ない平らな道のりが続いていますが、歩いていると少し奇妙な点に気がつきます。それが小学生が定規を使わずに描いたかのように、くねくねと曲線を描いた道のりが続くということ。考えてみればもちろん、道はまっすぐの方が使い勝手が良く、周りを見ても折り目正しい直線の道が続いていますが、ここは何か奇妙です。仮にこの場所が箱根や日光のように起伏が激しく、まっすぐした道のりでは到底山を登れないのなら、くねくねしているのも当然です。しかし地面はアイロンをかけたかのように平らで、わざわざ避けて通るべき障害物もありません。ではなんでこんなにくねくねしているのでしょうか。実はこれが暗渠だからです。徳川の時代から大都市として栄えた江戸の人々の生活を支えたのは、都市に張り巡らされた川でした。現在の姿からは想像もできませんが、かつてこの大都市には至る所に大小無数の川が存在していました。人々は川からの恵みで体を潤し、畑にまき、そして水面に船を浮かべ、物を運びました。江戸の生活に川はなくてはならない存在であり、江戸中を縦横無尽に走る川があったからこそ、100万とも200万とも言われている都市の人々の生活が成り立っていたのです。この川と人との蜜月関係は文明開化後もしばらく続きますが、しかし戦後になると突如終わりを迎えます。終戦後の焼け野原からの脱却とともに、日本が高度経済成長期を迎えると、農地は都市の開発に押され郊外、そして地方へと移っていき、貝の雫を花と散らせた船は、高性能なトラックの存在によって過去のものとなります。そしてそんな時代の変化は、かつて人々の生活を支えた母である川を、都市のお荷物へと変えてしまったのです。高度経済成長期の東京の発展は、自動車の増加という分かりやすい形で示されたものの、ガソリンで動く素敵な乗り物は残念なことに東京を縦横無尽に走る川の上では使えないという重大な欠点がありました。また車を降りた都市の住民にとって川は、そこに橋がかかっていない限り、迂回して大回りするか、あるいは泳いでいくしかなく、この不便さは文化的な生活を望むナウでヤングな都会人にとっては受け入れがたいものでした。そこでこの大都市は高度経済成長期の潤沢な資金と、その発展を支えた最先端の土木技術を使って、この問題を解決しようと考えます。そして街中に存在する川という川に蓋をして、そこを道路にするという昭和らしい大胆なアイディアを採用したのです。これらかつて東京を支えた川は巨ともいい、これが蓋をされて暗くなったことから、暗渠という言葉が生まれました。この暗渠はかつて川があった分だけ東京には数多く存在し、車が通れるほどの大きな幅から人がすれ違うのにも苦労するような先が見通せない迷路のようなものまでバラエティに富んでいます。そして川の流れをそのまま道にしたことから、しばし東京の道は不自然に自然を模した曲線を描いているのです。
東京限定雑学。興味深いことに東京ではこの暗渠を歩きめでる文化が思った以上に市民権を得ています。村タモリでおなじみのタモリさんやモデルの市川紗椰さんなど暗渠好きを公言する有名人も数多くおり、雑誌などでもしばし暗渠の特集が組まれるなど東京における一大カルチャーを形成しています。しかしどうしてこれほど暗渠は人気があるのでしょうか。これに関しては数値的な分析は難しく、主観的で客観的な話でしか語ることはできません。しかし一つ言えるのは、人の心に昔から宿っている栄枯盛衰に対するわびさびがあると思われます。江戸時代の歌人松尾芭蕉は現代人の心にも深く訴える優れた作品を多数残しています。そんな彼が1689年6月29日、奥の細道の道中、現在の岩手県は平泉で読んだ句が、夏草やつわものどもが夢の跡です。西暦1080年代から1189年までおよそ100年の間、この地は奥州藤原氏が支配していました。彼らは一時、鎌倉幕府も恐れるほどの力を持っており、平泉の地にはその栄華を反映する巨大な町が形成され、その規模は京都に勝るとも劣らないほどでした。ところが500年が経過した江戸時代、当時の繁栄の面影は跡形もなく、ただ夏草が生える原野となっていました。その景色に芭蕉はこの句を詠んだのです。この句にはいくつかの解釈が存在しますが、一般にはかつて繁栄したものが衰退する様に対して抱く切なさやわびしさといった、いわゆるわびさびが込められていると考えられています。このかつては繁栄したものが衰退する様は、現代でも廃墟マニアや廃線マニアという一大ジャンルを形成しており、書籍やネット上で非常に人気のあるコンテンツです。都市における川という存在も、かつては時代における最重要のインフラで、治水のための護岸や川に架かる橋には常に最先端の技術が使われてきました。川は都市の繁栄になくてはならない存在であり、川の繁栄こそが都市の繁栄と言っても過言ではありませんでした。しかし現代となっては無用の長物になり果て、蓋をされ、その面影だけが残っている景色が、芭蕉の句同様に心に刺さるのです。新宿から京葉線に乗って向かった場所は下高井戸駅からほど近く、頭上には首都高速道路、そして地面には国道20号線が走る都会の大動脈です。車がひっきりなしにゴーゴーと音を立て、この流れが途切れることはありません。こんな場所にも暗渠があります。玉川上水永泉寺緑地。玉川上水は徳川の時代、四代将軍家綱の命により、江戸の中心部へ飲み水を供給するために人工的に作られた水路です。全長43キロを約8ヶ月で掘削したという記録は現在でも驚異的であり、この川は当時の土木技術の集大成といえる傑作です。東京の郊外では現在も豊かに水が流れ、その様子が市民から愛されています。しかし、杉並区高井戸付近から都心側の大部分を暗渠とし、水の流れを見ることはできません。しかし暗渠にはかつて一つの時代を作ったインフラの栄華の残り香が残されています。現在は遊歩道となっているこの場所も、堀のような大きなくぼみがかつて川であったことを感じさせます。現役時代はゴーゴーと音を立て、このくぼみいっぱいに大きな流れを紡いでおり、
時として不幸にも落ちてしまった人々の命を奪うほどでした。実際、日本を代表する文豪太宰治はこの流れに身を沈め、その生涯を閉じています。しかしそんな川も今となっては運ぶべき一滴さえ存在せず、全く静かなものです。そしてゆっくりと眠りにつくかのように徐々に自然へと飲み込まれています。その姿は近代に整備され、川に代わって都市のインフラの主役となった道路との対比によって強調されます。しかし同時に眠りにつくことを許されぬ存在もあります。それがかつて流れた川を渡るために架けられた橋。今もここにその姿を留めています。この緑地は1979年に完成しており、そこから言えば約50年、下を通るものはなく、橋である意味は遠の昔に失われています。しかしその頑丈さゆえに、橋の姿のまま現代に取り残されてしまったのです。本来、土地が少なく、移り変わりの激しい東京という都市において、不要とされたインフラが廃墟として残ることはほとんどありません。しかし暗渠はその例外として都会にあり続けるのです。そしてそんな歴史的なものがせわしなく変わりゆく東京の片隅に音もなくひっそりと佇むのが、昔で言えば糸おかし、現代的に言えばエモく、どちらにもわびさびの文脈が含まれているのです。